はい、皆さんこんにちは、プピーノアです。今回は2024年2月1日にオープンしたばかりの豊洲の新名所、千客万来にやってきました。でここ千客万来は、豊洲市場の場外にある商業施設でして、新鮮な海鮮を中心とした飲食店や、あとお土産屋さん、さらには温泉の施設まで併設されており、1日いても飽きない場所となっています。で見ての通り、豊洲市場は本当に目と鼻の先です。さあ早速では施設の中を散策してみましょう。ここは、市場前駅直結のエリア、豊洲目抜き大通りです。でこの撮影日は、2月前半の平日だったんですが、ちょうど中華圏の旧正月の前の時期だったようで、とにかく海外のお客さんで大にぎわいでした。正直平日もうちょっと空いてると思っていたので、考えが甘かったですね。でこんな感じで、左右にお店がずらっと並んでいます。でこの辺りは食べ歩き用というか、買ってその場で食べるものしか売ってませんでした。でどこもあまりにも長蛇の列だったので、ちょっと腹ペコの私は一旦見送ることにしました。で、ここが時の鐘広場、ベンチが用意されているので、買ったものをここでいただくことができます。いやー、にしてもすごい人ですね。で今中央にあった建物はお土産屋さんで、ここでしか買えないお土産やご飯のお供、日本酒など、日本らしいものがたくさん売ってました。続いて建物の中の方に入りまして、ここが目利き横丁ですね。ここを散策していきます。向かって左半分がさっきの目抜き大通りからつながっているお店で、右側がこの屋内にのみ出ているお店になります。でさあこれまでずっと2階をうろうろしてたんですが、3階にですねやってきました。3階はラーメン店、海鮮丼などのフードコートとレストランがあります。でここで待たずに入れる、かつ席に座って落ち着いて食べれそうだったので、海鮮バイキングのお店いろはさんに入ることにしました。しばしビュッフェ台をご紹介します。見て、丸ごとカニの足が大量に積んであったり、海鮮ラーメンなんかもあったりしますね。ここが目の前のグリルで焼き上がったばかりの焼き物コーナーですね。見て、この綺麗に焼けた厚焼きの卵、絶対美味しいよね。あと揚げ物とご飯系もあって、種類豊富にありますね。さあ来ました。ここがメインのお刺身のコーナーです。マダイ、カツオのたたき、ブリ、サーモンの肉厚なお刺身がずらり。そして見て、このマグロコーナーですよ。赤身となんと中トロが食べ放題。あと飲み物、私はソフドリのみのコースにしましたが、追加料金を払えばアルコールも飲み放題になるようです。はい、最初私が取ってきたのはこちらです。見て、このお刺身やばすぎる。この厚さの肉厚な新鮮なお刺身がなんと食べ放題で、ホタテ、これも焼きたてって言ってたね。お醤油ちょっと垂らしてお召し上がりくださいって言ってた。あとはシューマイと厚焼き卵と、絶品マグロの煮付けで、ちょっとお肉系を持ってことで、鶏のなんか黒酢のあんかけみたいなやつだったかな。これがなんか鮮魚のなんか煮物じゃないな、なんか洋風煮物みたいな、そんなニュアンスのやつで、ただの味噌汁じゃありません。あら汁ですからの白ご飯。いやー、幸せすぎる。時間がないから早く食べよう。はい、まずはあら汁からいただきます。もう空腹の時にいただくあら汁ほど最高のものないよね。であら汁って言ってるんだけど、この中に入ってるのあらじゃなくて、ちゃんとした食べれるサーモンの身だったんだよね。で結構身がゴロゴロ入ってるの。これすごい美味しかったな。さて、いよいよメインのお刺身です。まずは赤身から。ザ王道の赤身って感じのお味です。さて続いてはお楽しみの中トロ。これね、すっごく脂乗ってて美味しかったんですよ。厚切りだから食べ応えも十分で、本当に贅沢って感じ。
続いてサーモンですね。私お刺身だとマグロとサーモンが特に好きなんです。それがこんな大判で厚切りで食べ放題なんてもう本当に夢のようですね。これも脂乗ってて美味しかった。ブリも私の好物の一つというか、ここ私の好物しかないですね。でまず油少なめの部分からいただきます。で少なめの部分でも十分脂乗ってて、もう本当に美味しくてほっぺが落ちそうなので手で支えてました。で油多めの部分は、見るからに真っ白なのでさっきと全然違うのがわかると思います。でもはや A5 ランクのステーキかのように本当に油たっぷりで味も濃厚でした。でここで一度お口をさっぱりさせるためカツオのたたきをいただきます。これは事前にポン酢をかけておきました。美味しいですね。鉄分というか栄養が豊富な感じでパワーがみなぎってくるような感覚でした。でマダイもいただきます。ここに来ての淡白な白身魚最高。一度お刺身から離れておかず系に行きます。シューマイの中身はエビっぽかったかな。プリプリした食感ですごい美味しかったです。で厚焼き卵はもう目の前で取ってる人を見て自分も釣られて取ったやつなんですけど、甘すぎずでもしっかり味はついていてほんとふわふわに焼き上がっててよかったです。でホタテのバター焼き、これお醤油垂らしてって言われたのに垂らすの忘れてたことに編集しながら気づきました。こう磯焼きの香ばしい感じがあってとても美味しかったです。とマグロの煮付け、これ絶品って銘打ってるだけあって確かにめちゃめちゃ美味しかった。これはもうご飯との相性抜群なのでもう食べる際には白ご飯必須です。とそんな感じで取ってきたもの一通り食べ進めているのですが、なんと私1回目で欲張りすぎてですね、もうすでにお腹いっぱいになってきてます。せっかくのバイキングなのに。で私が選んだいろはコースなんですけど、制限時間70分のコースなのでかなり急ぎ目で食べる必要がありました。なのでこの一発目を食べ終わる頃にはもうすでに45分ぐらい経ってしまっていたんですね。でお腹のキャパ的にも時間的にも、あとはいけてスイーツかなとこの時頭の中で考えてました。で本当はねもっとお刺身も行きたかったしグリル系のお魚とかも食べたかったんだけど、70分設定はなかなか満足のいく食べ放題をするにはペース配分が難しいですね。はい、ということで一発目完食です。はい、取ってきたスイーツはこちら、盛り方が綺麗じゃなくてすいません。プリン、チーズケーキ、ワッフルとプチシュー2つと、そしてソフトクリーム。綺麗に盛れたと思ってたんですが、他のスイーツ取ってる間に溶け始めて崩れ始めちゃってるので、もう今にもお皿からこぼれそうになってますね。これを早急に食べなければということで、ソフトクリーム爆食いからスタート。もうこぼれてますね。でやっぱりこの濃厚なミルク味のソフトクリームっていうのはやっぱ外れはないですよね。おかず系で濃い味になった口の中が一気にさっぱりリセットされました。はい、スイーツ用にあったかい紅茶を持ってきました。このあったかいものと冷たいもの、この組み合わせはもう鉄板ですね。
最後の追い込みでスイーツなんとか食べきりました。でどれも美味しかったんですけども、ちょっと甘いの取りすぎちゃったかなっていう後悔もあります。でも70分にしてはよく食べきりました。ごちそうさまでした。さて、お腹が満たされたところで今度は心を満たしに行きます。で無料で行ける足湯庭園があるってことだったので行こうと思ったのですが、もう見るとなんと長蛇の列だったんですね。そこで、同じ建物の有料の温泉施設である万葉クラブを利用することにしました。で、少々値は張るけど人混みから離れてね、ゆっくりできる方を選びました。でここ万葉クラブの入館料が大人1名で3850円。詳細は、概要欄のリンクからご確認ください。でさらに追加料金を払うことで温泉だけではなく、お食事、マッサージ各種、あと岩盤浴、さらには宿泊もできてしまうっていうかなりマルチな癒しを堪能できる場所になってます。で入館手続きして最初に目に入ってきたのがこの色とりどりの浴衣。館内着としてね、好きなデザインを一つ選ぶことができます。浴衣が動きづらいっていう方に向けてサムエの用意もありました。でその先にはお土産屋さんですね。万葉クラブオリジナルのグッズやあとサウナグッズなども販売していました。で着いてすぐまず私が向かったのはそう岩盤浴です。もともと好きなんですけども、かなり久しぶりでした。実際に岩盤浴に行くのは。でここには合計3種類のお部屋があって、うち1つは女性専用の赤っていうお部屋で、1つはプレミア会員専用の空っていうお部屋になってました。で手前のヒーリングルームと呼ばれるこの控室みたいなところもかなり暖房が効いていてあったかくて、岩盤浴を出た後に急激に体が冷えるのを防いでくれるような感じでした。でここからの眺めも最高ですね。で、女性専用のお部屋の方はなんかスパイスが効いたような香りがしてより発汗作用があるように感じました。でもう一方の男女兼用のお部屋は、温度は低めでちょっとヒーリング効果が強いかなと思いました。でもずっと入ってると徐々にじんわりと汗をかいてきて、出る頃にはかなりすっきりした状態でした。すごい。すごいね。なんかできてる。ね、岩盤浴に入りながらうとうとしてたら気づいたら2時間近く経っちゃってました。いやこれはやりすぎましたね。さあでは汗を流しにそろそろお風呂に入りますか。でここの温泉は名湯美肌の湯と呼ばれていて、箱根温泉と湯河原温泉の源泉からなんとタンクローリーでお湯をここまで運んできてるそうですよ。すごい技術ですよね。で内湯と露天風呂とあって、特に露天の方はこのホームページの写真の通り本当に絶景でした。気持ちよかったです。さて浴衣に着替えてすっきりしたので、この後館内の散策に入りたいと思います。温泉のあった6階から1つフロアを降りて5階のお食事処と休憩所を見に行きたいと思います。でこのお食事処右手なんですけど、ここは完全にレストランみたいな感じですね。でそのさらに先に、軽食いただける場所があって、その脇に休憩所がある感じでした。ただ私はね食べ放題後で腹パンなのでここは断念。続いて4階の休憩所を見に行きます。マッサージチェアもたくさんあるんですけど、お目当てはここの女性専用の休憩部屋。中を開けるとびっくり、めちゃめちゃ広い。ざっと100人ぐらい入れるんじゃないかなっていう感じです。でこの一人一人の座席にモニターがついてるのが激アツですね。で私も席を確保して、少しのんびりしながらスマホいじったりしてました。で
で、少し湯冷めして冷えてきたので、ここらで足湯にチャレンジしたいと思います。無料の8階の足湯とは別で、この施設の利用者だけ行ける屋上の足湯があるようなので行ってみます。で、この屋上へは9階から階段で向かいます。ちょっとのんびりしている間にもう外は真っ暗ですね。見てください、この夜景最高すぎませんか。東京の都心方面がもう一望できちゃいます。で、360度パノラマって書いてあったんですけど、もうまさにその通り本当でしたね。ビル街の明かりがとっても綺麗です。で、そこに光る足元のブルーのライトがまた幻想的ですね。さあ、足湯イン。で、この日はまあまあ外は寒かったんですけど、足湯がねとっても暖かかったので、浴衣1枚でもある程度耐えられる感じでした。このレインボーブリッジを眺めながらの温泉、もう本当に最高でした。さて、十分満喫したので、そろそろ帰ることとします。で、帰りのお会計とってもスマートで、機械で精算を済ませて、その出てきたレシートのバーコードをゲートにかざして退出するだけで OK。最新の施設だけあって最新の仕組みがね導入されてますね。さあ、今回は豊洲の新スポット千客万来をご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだね行けてないご飯屋さんがたくさんあるので、少し客足が落ち着いた頃にまた行きたいなと思います。で、温泉も最高に気持ちよかったですし、平日からねこんな贅沢をしていることに若干の背徳感を感じつつ、同時にでも優越感もありましたね。今話題のスポットなので、ぜひ気になった方は行かれてみてはいかがでしょうか。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。では本日の動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。千客万来行ってみたい、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。